はじめまして、日比谷愛花です。この動画では、創価学会の任用試験に出てくる実会について解説したいと思います。よろしくお願いいたします。この動画の目次はこんな感じになっています。自己紹介、実会解説、実会覚え方の流れで進んでいきます。実会部分の解説のみ聞きたい方は、その部分に飛んでください。また、動画の話が早いなとか遅いなと感じた方は、再生スピードでコントロールしてください。最初に、任用試験をちゃんと教えられる人なのかなと疑問に思うかもしれないので、軽く自己紹介をさせていただきますね。私自身は小さい頃から学会に入っていたので、中学生ぐらいで任用試験を受けていまして、そこからもともと勉強は好きだったので、ストレートで教学試験を合格し、創価大学に通っていた時に青年教学1級を取得しました。基本的な試験は終えてますので、仏教の知識は皆様に提供できるのではと思っています。仏教の世界観って菩薩が大量にドドドドって現れたり、須弥山っていう大きな山が現れたりとか、SF なのかなってぐらい独特で楽しい世界になっています。ちなみに須弥山はインド神話のスメール山を漢字翻訳した言葉でして、今流行っている中国発のゲームの原神の新しい国スメールという国の名前の元になっているのではとも言われています。そんな感じで日常使っている言葉とリンクするものも出てきますので、ぜひ楽しみながら教学試験をクリアしていってくださいね。暗記はイメージを沸かせることが大事なので、なるべくイメージを取り込んだ動画にしています。それでは、いよいよ実会の解説に入っていきましょう。大略レンジ8月号に沿って進んでいきます。ちなみに、これは創価学会の中での実会のお話なので、他の宗教では異なる場合がありますので、そこはご了承ください。さて、仏会には実会論というものがあります。実会とは、生命の状態や境界を10種類に分類したもので、仏法の世界観の基本となります。実会は、地獄界、餓鬼界、畜生界、修羅界、人界、天界、正門界、遠隔界、菩薩界、仏界です。実会を学ぶことによって、自分が今、この10種類の中のどの境界にいるのか、そして一番上の仏の境界を開くにはどうしたらいいのかがわかるようになります。この仏の境界を開くことが信心の根本目的になります。この実会のうち、地獄、餓鬼、畜生、修羅、人、天をまとめて六道と言い、正門、遠隔、菩薩、仏を師匠と言います。この六道は生命が生死を繰り返す世界を6つに分けたもので、インド古来の世界観を仏教が用いたものです。普通に生きていると苦しい時は地獄界の命、楽しい時は天界の命など、よくても天界までしか行けません。その上に行くには仏道修行をする必要があり、この上の師匠は仏道修行によって得られる境界になります。わかりやすいように下を地獄界にして書いてみますね。そうするとこちらになります。法華経以外の経典では、実会はそれぞれ固定化された生命の境界と捉えられていて、地獄にいる人は地獄の命となっていたのですが、この法華経ではその考え方を打ち破り、実会すべてに地獄界から仏界までが互いに備わっているということを説きました。仏界にも地獄界にも実界が備わっているのです。これを実界五具と言います。ですから、今実界のうち地獄界の苦しみの境界であったとしても、地獄界にも実界がすべて備わっているので、仏界の大歓喜の境界を生み出せるということになるのです。すごく辛い時にも仏界の境界になれるというのは、
とても嬉しいですね。それでは、十戒の各回をご説明します。まずは、一番下に位置する地獄界です。地獄の地は最も底を意味し、地獄の獄は拘束されて縛られていることを示しています。大聖人は肝心の本尊称で、怒るは地獄と説かれています。怒りとは、思い通りにいかない自分自身や周囲に対して抱く恨みの心です。自身を取り巻く世界が炎のように自分に苦しみを与えてくる世界、生きていること自体が苦しい境界が地獄界です。ですので、炎に焼かれるイメージで覚えましょう。ちょっと雑談ですが、地獄の炎というと、地獄の豪華に焼かれながら、それでも天国に憧れるという金田一少年の事件簿のオペラ座の怪人を思い出してしまうのですが、知ってる方いますかね。この天国と地獄というのはキリスト教の世界観であって、天国という言葉は仏教には実はないんですね。仏教では浄土や極楽浄土と言います。この辺は宗派によって異なります。ただ友達が今日はいいことしたな、死んだ時天国に行けるかもと言った時に、仏教に天国は存在しないよとか、あなたはキリスト教の洗礼を受けたり、キリスト教を信じているわけでもないのに天国へは行けないよみたいなことは言わないようにしましょう。やっぱりお互いの宗教や無宗教も含め尊重していくことが大事だと思います。そして仏教の浄土というのは仏の住む清らかな国土のことです。逆に煩悩や苦しみの多い私たちの生きているこの世界のことをシャバ世界と言います。このシャバ世界は普通の人たちが住む世界ということで、軍隊や刑務所から普通の世界に出ることをシャバに出てきたと言いますが、そのシャバに出てきたの語源にもなっています。皆さん知らず知らずのうちに仏教用語を使っているんですね。次は餓鬼界です。大聖人は貪るは餓鬼と仰せで、欲望が満たされずに苦しむ境界です。飢えて子供まで食べるというような貪り、際限のない欲望に振り回され、心が自由にならない境界です。ここはご飯を貪る猫で覚えましょう。次は畜生界です。畜生というのは、もともとは獣や鳥などの動物を示す言葉です。この境界の特徴は、目先の利害にとらわれ、理性が働かない愚かさです。大聖人は、愚かは畜生と説かれています。また、畜生の心は弱きを脅し、強きを恐るとも言われ、自分が生きるために他者に害を与え、弱肉強食の生存競争を行う境界です。次に白界ですが、こちらの映像をご覧ください。これが修羅界です。キャットファイトですね。常に他者に勝とうとする翔太の念を持つのが特徴です。修羅とは、もともとはアシュラから来ており、争いを好む古代インドの神の名前です。修羅とは、他者と自分を比べ、自分が上だと思う場合は他者を軽んじ、他者が優れている場合でも他者を尊敬できず卑屈になります。表面上は人格者を装うものの、内面では自分より優れた人に対する妬みに満ちており、内面と外面が違って裏表があるのが修羅界です。そのため大聖人は天国なるは修羅と言われています。天国というのは自分の本音を隠して相手に迎合したりへつらうことです。地獄、餓鬼、畜生は三悪道と言われています。白界はその三条界より自分の意思で行動を決めているだけ上であると言えます。しかし苦しみのある境界なのは変わりがないので、三悪道に白界を加えて四悪種と言います。人界は穏やかで人間らしさを保っている境界です。
大聖人は平らかなるは人とおっしゃっています。この特徴は因果の道理を知り、物事の善悪を判断する理性の力があるということです。大聖人は賢きを人と言い、儚きを畜というと仰せです。善悪の判断を持った生涯です。人界は悪い縁に触れて悪道に落ちる危険性もある代わりに、修行をして悟りの境外に進むこともできる境外となっています。次の展開は、例えるとしたらこちらですね。満腹ですやすやしている猫です。努力の結果、欲望が満たされた時に感じる境外で、大聖人は喜ぶは天とおっしゃっています。欲望といっても、食欲などの本能的欲望から未知の世界を知りたいという精神的欲望などがありますが、それが満たされているのが天界です。しかし、天界の喜びは時間が経つと消えてしまうもので、永遠のものではありません。ですので、天界は真の幸福境外とは言えません。今までの地獄から天界までの六道は、自分の外の環境に左右されていました。環境が平穏なら天界に入れますが、その環境が変わると地獄界に落ちて苦しんだりします。このように環境に左右されずに主体的な幸福境外を築いていこうとするのが仏道修行です。月から話す4つの境外が仏道修行によって得られる境外です。まずは正門界と遠隔界、この2つをまとめて2条と言います。仏教の正常上の修行で得られる境外ですと大略にありますが、この正常上の説明をちょっとしますね。仏教では俗に言う古い呼び方なのですが、正常教と大乗教があります。正常教は仏道修行をした人物、僧侶だけが悟りを得られるという昔からある教えです。それに対し大乗教は自分以外のすべての衆生も救うという教えです。学会は大乗教側ですね。正常は小さな乗り物という意味で、大乗教の人が別称として蔑んで呼んだ呼び名となります。なぜなら彼らは修行をしている自分たちのみしか救えない小さな乗り物だとしたからです。そのため、今は正常教ではなく上座部仏教と呼んでいるところが多いです。多分代訳は分かりやすさを優先して正常教と書いていると思うのですが、あまり使わない方がいいかもしれません。さて、話を戻しまして、正門界は仏の教えを聞いて部分的な悟りを得た境外です。これに対し遠隔界は様々な物事を縁として独力で仏法の部分的な悟りを得た境外です。二条の悟りとは無常です。無常とは万物が時間とともに変化したり消滅したりすることを言います。私たちも普段の生活で物が壊れたり誰かが亡くなったり、ああ無常だなと感じることがあります。仏道修行をしていない人界の私たちでも無常を感じられるんですね。ですので大聖人は、世間の無常は眼前にあり、兄、人界に二条界なからんや、と言われ、人界に二条界が備わっているとされました。正門遠隔の二条の得た悟りは、仏の悟りから見れば部分的ですが、その低い悟りに安住してしまっている状態です。また、自分が悟りを開くことにとらわれ、他人を救おうとしないエゴイズムに陥っているところが二条の状態です。次に、菩薩界です。菩薩とは、仏の悟りを得ようとして、絶えず努力をする修行という意味になります。二条は、仏の修行をしても仏の境外になれないと思っている境外ですが、菩薩は師匠である仏の境外に到達しようと努力します。また、仏の教えを人々に広め、仲裁しようとします。菩薩界の特徴は、仏界を求める中道と他者に対し
自分の市場の利益を分かち与えようとする利他の精神で、その根本には慈悲があります。大聖人は、無辜の悪人もなお祭祀を自愛す、菩薩界の一分なりとし、他人を顧みることのない悪人ですら、自分の祭祀を自愛する。そのように、生命には他者を慈しむ心が備わっているとしています。仏界は、自分の生命の根源が妙法であると自覚することによって開かれる広大で福徳豊かな境外です。ブッダとは各所の意味で、宇宙と生命を貫く根源の法である妙法に目覚めた人のことです。大聖人は、この仏界の生命と信心の関係について、末代の凡夫、出生して法華経を信ずるは、人界に仏界を具足するがゆえなりと仰せです。法華経は万人が成仏できるという教えですが、法華経を信じることができるのは、自身の生命の中に仏界が備わっているからです。ご本尊を信じて生き抜く強い信心こそが仏界であり、絶対的な幸福境外なのです。ちなみに実会の覚え方ですが、リズムと語感を使うと覚えやすいです。まず、地獄、餓鬼、畜生、修羅で1セットです。地獄、餓鬼、畜生というのは座談会でも聞いているかもしれませんね。一緒に声に出してみてください。地獄、餓鬼、畜生、修羅。地獄、餓鬼、畜生、修羅。その次が、任、天、正門、遠隔です。正門遠隔は1セットで覚えます。任、天、正門遠隔。任、天、正門遠隔。声に出してみましょう。次に2つを合わせます。地獄、餓鬼、畜生、修羅。任、天、正門遠隔。次は菩薩、仏です。ここは若干リズムが悪いんですが、菩薩と仏だったら仏の方が上ということで、どちらか上かの順番を覚えられます。地獄、餓鬼、畜生、修羅。任、天、正門遠隔。菩薩、仏。これが実会になります。なるべく声に出して覚えると覚えやすいかと思います。さて、実会はどうだったでしょうか。自分のいる町外はどの町外、今はどこかな、など考えるとすごく楽しいと思います。最後までご清聴ありがとうございました。何かご意見ありましたらコメントをいただけると嬉しいです。それではありがとうございました。